好きだと言わしてさよりちゃん、大したもんだよ鈴木くん。生かした君たち見習って僕も華麗に変身するよ。ドゥ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 。サンマホタテにシン、キッスエビタコ、マグロイクラアナゴシマジ。はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて皆さん、釣りは楽しんでますか？ミストランドのアップデート以降、魚の種類も増えたり、品質もついたりと、いろいろ変わってることが多いですね。何より釣るのが難しくなってるなぁと思ってる方多いんじゃないでしょうか。そんな方のためにですね、今回は楽に釣れる方法や追加された魚について解説していこうと思います。その方法を紹介する前に、今回のね、バルヘイム調整アップデート入ってますね。それについて軽く説明しておきましょう。まず今回のアップデで大きく変わったことは、霧の地の難易度緩和、バリスタ性能向上、そして弾の要求素材緩和、そして洞窟に湖追加。こんな感じですかね。霧の地の難易度緩和については、シーカーソルジャー、そしてギャル、この2体のスポーン率が低下しました。以前は結構湧いてたんですけど、トロルと一緒のスポーン率になってますね。あとはシーカーの AI が調整されたり、ギャルの攻撃が2発入ってたものが1発になったり、シーカーの襲撃イベントがバイオーム限定されたり、そしてウサギの速度低下、そんな感じですね。で、バリスタについては砲撃頻度が増加しているのと、弾の要求素材が緩和されてます。1回で20発作れるので結構ありがたいですね。バリスタについては攻撃頻度増加されて、敵にダメージを与えやすくなりました。ですが発射するのが敵が少し止まったタイミングでしか発射されなくなりました。発射率を下げて命中率を上げた、そんな感じですかね。最後に洞窟に小さな湖登場。これでね、お魚コンプリートしやすくなりました。以前ですね、タコス検証してた時はランダムシードで作成したワールドの洞窟146箇所回って1個しかない超激レア洞窟だったんですけど、今回のアップデートでちょっとレア程度の洞窟には緩和されてますね。これがね、釣りについてなかなか紹介しなかった理由の一つです。さすがにワールドニックはやりすぎたんで、他には悪しきもので快適度が重複しないようになったりと、マイナスな部分もあるんですけどね、なかなかいい調整かなと思います。さて、アップデについて解説も終わったので、早速釣りについて解説していきましょうか。まず魚について何が変わったのか、この辺をね解説していきましょう。今回アップデートで魚の品質がついたことと魚の種類が追加されました。魚の品質なんですけど、1から4まであります。前はね1から5まであったんですけど、おそらく調整アップデートで1から4までになってるかなって感じですね。ちょっとこの辺はまだ未検証なんですが、おそらくは品質5はなくなってますね。で、品質が上がるにつれて魚は大きく、そして釣りにくくて餌に食いつきにくい、そんな感じのね仕様になってます。品質が上がることによって何が変わるかなんですけど、大釜でね作れる生魚、これをね作る個数に影響していきます。大鍋使うと各種の魚を生魚に変えることができるんですけど、一番上の品質4、これを作ると1匹でね生魚10個できます。で、あとは品質が下がっていくことに3個ずつ減っていきますね。品質3なら7、品質2なら4、品質1なら1個、そんな感じで品質が下がっていくほど生魚作っていく個数は減っていきます。あんまり品質3とか4はお目にかかれないような感じになるので、
まあコレクションするのがいいかなとは思いますね。まあ1とか2は結構頻繁に出てくるので、もう生魚にするか餌にするか、まあそんな感じでお魚は処理していくのがいいと思います。はい、次に魚の種類について解説していきましょうか。今回のアップデートで魚の種類は全部で12種類になりました。まあそれぞれのバイオームで釣れる魚がいて、その魚を元に餌を作り、次のバイオームで釣るってな感じで魚を釣っていく仕様ですね。進行順は草原、そして海か洞窟か黒い森で、黒い森に行ったら沼、平地、霧の地、灰の地、極北、この進行順です。ではね、早速これだけの種類12種類をコンプリートするために草原から攻略していきましょうか。目指せお魚天国。さて草原に来ました。まあ釣りをする際の持ち物ちょっとだけ紹介しましょうか。まあ装備は適当でいいんですけど、まずは釣り竿、これ絶対いりますね。商人から購入するか、まあレアなねゴーレムがいる洞窟、まあそこでも入手することが可能です。釣り竿とで餌ですね。釣り餌、これは商人から購入する必要があります。あとはスタミナ食が3食、まあ今回はですね、まあ作りやすいかなと思って玉ねぎのスープとパン、そしてまあ一応サラダ、これ持ってってます。で赤食は一応ヘビのシチューにしてるんですけど、まあこの辺はね行くバイオームに応じて変えてもらったらいいですね。でスタミナ中ポーション、まあこれ大物が釣れた時とかにスタミナ回復できるので、まあちょっとは使います。であと酔い止めにピュークベリー持っていきましょう。であとはイカダの素材ですね。さてこれだけ準備ができたら、まあ早速ね釣りしていくんですけど、まあ最初ね適当にスタミナ食2食と、まあ敵が襲ってきてもいいように赤食1食だけ食べておきます。まあ草原なんで大丈夫なんですけどね。さてまあ食事食べ終わったんで釣りしていくんですけど、釣り竿の操作方法紹介しておきましょう。左クリックでスローインで右クリックで巻き上げになります。で左クリックを押せば押すほど遠くにスローインすることができますね。まあマックス 25m でこっから巻き上げていくんですが、今スキルが上がりましたね。これは釣りスキル、まあ今回なんですけどミストランドのアップデートで追加された釣りスキルですね。この釣りスキル何が影響してくるかというと、このね巻き上げた時に消費するスタミナ、まあ魚が釣る際スタミナ消費するんですけど、そのスタミナの消耗とこのね糸を巻き上げる速度、これに影響してきますね。ちなみにこの釣りスキル上げをする際は別に魚を釣る必要はありません。快適が取れる場所で適当に投げて巻き上げるだけでスキル上がっていきますね。まあというのが今回の釣りスキルでちょっと変わってる部分ですね。で釣りをする方法なんですけど、魚が近くにいる場合はこんな感じで陸地に立って釣っても大丈夫です。なんですけどあんまりおすすめしないですね。釣りが難しくなっているので遠くに投げてもスタミナが足りずにちょっと失敗しちゃうっていう場合が多いです。なのでできるだけ釣り糸を短くしていかに釣るかが釣りのコツになってきますね。まあ一応ねこの状態でも魚は寄ってくるんですけど結構時間かかっちゃいますね。なので今回は移動しつつ、そして糸を短く出しても釣れるようにするためにイカダを使います。はい、それではイカダに乗って魚をね釣っていくんですけど、まあ実はですね、まあ船系統全般そうなんですけど、イカダ漕いでる最中もこのね釣り竿使えます。まあどういうことかというと、まあだいたい4メートルぐらいですね。4メートルぐらい糸出しして、でイカダを手で漕いでいきます。こうすることによって、まあ、魚をね探知しつつ魚も釣れちゃうわけですよ。はい、早速かかりましたね。であとは引き上げるだけです。まあこんな感じですね。もう一回4メートル出して、
で船を漕いで、魚が反応したら右クリックで巻き上げる。まあこんな感じですね。この方法がですね、移動しながら短く糸を出して釣りをする方法ですね。まあこの方法がタコスが考えた中では一番釣りやすい方法かなと思います。まあこの餌の食いつき、ちょっと不明な部分多いんですけど、まあ糸垂らしてたら基本的には寄ってくるんですけどね。ただまあイカダ漕ぎながら釣り糸垂らしてる方が食いつきはいいかなって感じです。ただ間違いないことは、品質が上がるにつれて餌の食いつきっていうのが全然違ってきますね。やっぱ品質が上がることによって餌の食いつきは結構落ちます。まあこの辺はね、もし分かる方いたら教えてください。ではね、しばらく30分ほどちょっとこの草原でイカダこぎながら釣りしていこうかなと思います。お、かかったかかった。マグロですね。まあこんな感じでですね、マグロだけ音速で針に食いついてくるので、まあこのね、イカダで動きながら釣りをする際はこの糸先ですね、これ注意して見ときましょう。魚影がないなと思ってもマグロとかすぐ食いついてくるんで。でこの船ですね、イカダじゃないとダメなのかっていう話なんですけど、別にイカダじゃなくても大丈夫です。まあですがちょっと魚影が見やすくて、そして釣りやすいちょうどいい速度っていうのがイカダかなと思いますね。要求素材も全然難しくないので、まあイカダの素材ぐらいならね、皆さん作れると思うので、まあお手軽に釣れて、そして要求素材も安いこのイカダにしてますね。お、でかい。品質4ですね。珍しい。まあちょっとね、タコスはアップデ前に試してたので魚の仕様若干変わってるかもしれないですけど、まあ品質4でもね結構簡単に釣れます。まあ糸出しさえね短くできてれば安定して釣れますね。あとは餌の食いつきだけが問題です。はい、それではまあ15分から20分ぐらい釣りして結果がこんな感じですね。まあ今回スズキが2匹しか取れなかったんですけど、まあうち1匹は品質4ということで、まあ素晴らしいですね。そして圧倒的川カマス率18匹釣ってるわ。でマグロが3匹、まあこんな感じですね。で草原で取れる魚はこの3種類になります。マグロ、カワカマス、スズキですね。でこの3種類とトロフィーを使って餌を作る。でその餌を使って次のバイオームに行くっていうのがこのお魚天国への道のりになります。まずは黒い森でしか取れないお魚を釣りに行くためにスズキと、そしてこのブルーアイズアルティメットトロルの顔面を持って大釜でですね、この苔むした釣り餌、これ作ります。はい、これが黒い森でしか取れないお魚を釣る専用の餌、つまりは黒い森専用の餌ですね。これを作って黒い森行きましょうか。さて黒い森に来ましたね。まあ黒い森に来てもね、やること特に変わりません。前と一緒です。とりあえず、まあ、釣り糸出しながら魚影見つけて、餌に食いつきそうだったら速度緩めて餌に食いつかして釣り上げる。まあそんな感じですね。まあ基本的にはこれで釣っていきます。で餌なんですけど、先ほど作った苔むした釣り餌、これ使っときましょう。またお前か、乾かますよ。まあっていう感じでね、別の釣り餌でも他の魚は食いついてきますね。まあここでしかいないお魚をちょっと探しに行きましょうか。
どうもカカマスに愛されし男タルタコスです。ほい、これがですね、黒い森でしか釣れない魚、トロールフィッシュです。まさかトロールが魚になるとはびっくら仰天なんですけど、これはね、苔むした釣り餌にしか食いつかないので、このね、釣り餌で釣る必要がありますね。さて、それではトロールフィッシュ釣れたので、しばらくね、15分ぐらいちょっと釣ってましょうか。お、かかった。で、やばくなったらスタミナポーション使って、よいしょ。さあ、これでトロールフィッシュ品質3ですね。品質3でも結構強いので、スタミナ食もう1食食べておきましょうか。よいしょ。この釣りなんですけどね、これ恋にそうしてるのがちょっとよくわかんないんですが、餌に食いついてるのにエフェクト出ない時あります。品質がでかい魚ほどそうなってるかもしれないんですけど、ちょっとその辺わからないですね。なのでエフェクトが出なくても食いついてると思って魚が食いついたであろう瞬間に右クリックで巻き上げるのがいいかなと思います。はい、大体ね15分ぐらい釣りして、結果がこんな感じですね。トロールフィッシュは合計12匹で、愛されし男タコスはカマカマスが2匹釣れました。これですね、草原で釣れるお魚がたまに餌に食いつく場合もあります。基本的には黒い森でしか釣れないこのトロールフィッシュが食いつくんですけど、別の餌でしか釣れない魚も食いつくことがあるので、この辺りはバグかそれとも恋なのかはちょっとわかんないですけど、そんなこともありますね。さて、この釣ったトロールフィッシュとアボちゃんのトロフィーですね、これ使って臭い釣り餌これ作ります。これがですね、沼地で釣れるお魚を釣るために必要な餌ですね。こんな感じで黒い森、沼、そして次は平地、霧の地、灰の地、巨口区っていう順番で釣っていきましょう。さて、沼地やってきましたね。イカダで進行してるとこのヒルがめっちゃやってくるので、この辺りのヒルは大ハンマーかなんかで適当に殺しときましょう。だいたい倒せたら釣っていきましょうか。使う餌は臭い釣り餌ですね。よっ。謎にトロールフィッシュが大量にいんな。こういう場合ね、もし釣りたかったら餌変えてもらってで食いつくのを待ちましょう。お前か。トロールフィッシュ狙ったのよ、お前か。こいつよく釣れんな。ここトロールフィッシュめちゃめちゃいますね。おかしいな。めちゃめちゃいますね。8匹ぐらいいんな。こうなってたらもうほぼ入れ食い状態ですね。あたりのトロールフィッシュを絶滅させたので臭い餌に変えてまた漕ぎながら行きましょうか。魚影は結構見えてるのですぐ釣れるかなと思います。はい、釣れましたね。ジャイアントニシン。これがね、沼地でしか取れないお魚ですね。適当に釣っていきましょうか。で、ヒルが襲ってきたら、弓でもいいですね。弓の方がいいですね。ボウガンで八つ咲きにしときましょう。この辺りに結構魚影見えてるので、ちょっと放置しときましょうか。沼地はね、陸地に近づけば近づくほど暗くなるので、ちょっとこの辺りですね、ちょっと離れてるぐらいで釣りする方が魚影も見やすくていいかなと思います。
まあこうやって魚影がいっぱい見えてる場合は別にイカダで漕いで釣る必要はないですね。まあ適当に糸垂らして待っといてもらったら、小さい魚ならね食いついてくれると思いますね。大きい魚だとちょっと待つ必要がありますが、まあその辺のね餌の食いつきに関してはちょっと不明な点が多いです。さてまあちょっとね15分から20分ぐらいまた沼で釣りしたんですが、まあ成果がこんな感じですね。トロルフィッシュが謎に多かったので、まあ入れ食い状態なんで楽しかったです。で沼地でしか釣れないジャイアントニシン、これですね。で謎にマグロと愛されし男タルタコスはカバンカマス。さて次はですね、このジャイアントニシンとこのフューリングのトロフィー、これでですねささやかな釣り餌、まあ謎ですね。まあこれをね作って、次はね平地に行きます。で平地に来たら釣りをしていくんですけど、まあ辺りにね適当にデスキートとかいたら処理しといてもらって安全になったら行きましょうか。さてそれでは平地でしか釣れないお魚を釣っていきましょうよ。はい、これがですね平地でしか釣れない魚、ハタです。このハタを狙って平地は釣りをしましょう。まあ今回もね結構大群になってるので、動かずに短い糸出しで釣っていきましょう。さて今回15分ほど釣って、まあこんな感じですね。ハタが11匹と、またマグロとカワカマスですね。ほんと好きだな。まあ結構ハタとか塊でいること多いので、まあ釣りやすいとは思うんですけど、なかなかねエフェクトが出ませんね、餌に食いついた時の。なのでまあこのタイミングで餌に食いついたかなと思うタイミングで右クリック押してもらったら釣れるかなと思います。さてそれではこの旗とロックスのトロフィーですね、これを使って切りまといの釣り餌、これを作ります。で切りのち行くんですけど、まあ装備だけね気をつけておいてください。まあ詰め物装備とバフは大骨みたいな感じでいけばまあ大丈夫かなと思います。まあタコスはねこのまま行くんですけど、うっかり死なないように注意してください。さて霧の地に来ました。まあこれね霧晴れてるんですけど、アップデ前に訪れた霧の地ですね。アップデ前に訪れた霧の地はまあこんな感じで霧晴れてます。まあここでもねお魚釣ることが可能なので、もしね魚を釣る場合とかはこの霧のないアップデ前に訪れた霧の地がもしあればここで釣った方がいいですね。さてあそこにギャルいるんでちょっと遊んできます。まあアップデでねこの攻撃もちょっと弱くなりました。シカもねちょっと変わって辺りを徘徊するようになったみたいですね、どうやら。なので攻撃頻度的には減ってるかなーって感じかな。まあ攻撃頻度減ってるんでねそんなに強くはないですね。で今回もイカダ使うんですけど、もしね晴れた霧の地がない場合とかはまあロングシップとかにしといた方がいいかなとは思います。まあギャルのねスポーン率下がったといってもまあいるのはいるので、もしギャルとかにね見つかった時にイカダだと秒で粉砕されるんでね、まあロングシップでも一緒ですけどね。
まあその辺はお好みでやっていただいたらいいかなと思います。さてそれでは餌を変えて釣っていきましょう。よいしょ。はい、まずね、霧の地で取れるお魚1匹目がフグですね。これもね、この切りまといの釣り餌、これで釣れるお魚の1匹です。まあ霧の地にはもう1匹お魚いるので、まあとりあえず釣っていきましょうか。はい、あんな魚影とともにはい、釣れましたね。ちょうちんあんこう。これも霧の地で釣れるお魚ですね。この2匹が切りまといの釣り餌。これでね、釣れるお魚になります。それではね、ちょっと釣っていきましょうか。お、いい感じにちょうちんあんこ集まってますね。こいつらもゲットしよう。はい、だいたいまた20分ほど釣ったんですけど、まあこんな感じですね。フグが9匹と、ちょうちんあんこも9匹。で、謎にマグロ。まあこんな感じです。で、ちなみにこのちょうちんあんこは刺身サンドを作るときに使えます。まあちょうちんあんこ1とパン生地2でできる食事なんですけど、まあこれ最強のスタミナ食ですね。なのでまあちょうちんあんこをいっぱい釣っておくとスタミナ食に困らないっていうのがメリットでかいですね。さてそれではこのねちょうちんあんことスルトリングのトロフィー、まあこれを使って熱い釣り餌、これを作って次はね灰の地行きましょうか。さてそれでは灰の地で釣っていきますね。まあ、スルトリングがねうるさいですけど仕方しておきましょうか。お、早速かかりましたね。はい、これがですね灰の地で釣れるお魚マグマフィッシュです。まあこの熱い釣り餌しか反応しないんですけど、まあこいつもねイカダで釣っていきましょうか。まあ結構ねすぐ反応してくれるんで釣りやすいっちゃ釣りやすいですね。はい、ということでね、灰の地でまあ10分ぐらいですね。釣りました。まあマグマフィッシュが12匹と。で、このマグマフィッシュとドレイクのトロフィー。これで霜降る釣り餌。これを作ります。これが極北で釣れる魚に必要な餌ですね。はい、それではね、やってきました、極北。さあ、これでね、お魚釣っていきましょうか。まあ、とりあえずいつも通り魚影が近くに出るまでは糸出しながらイカダで移動しましょう。はい、ノーザンサーモン、これがですね極北で釣れるお魚になりますね。さてこいつらもちょっと乱獲していきましょうか。まあ結構ね魚影見えにくいので、まあ適当にウィスプライトでもつけときましょうか。ウィスプライトつけてもなかなか見せないな。針先に神経集中させるしかないですね。はい、ということで極北でまあちょっと釣ってみたんですけど8匹でしたね。まあなかなか品質2とか3出現しないかな。まあもう少し粘ってたらね出現するとは思うんですけど、まあちょっとその辺は要検証ですね。さて霧の地釣り終わったのであと2つ紹介していきましょう。まずはマグロとこのフェンリングのトロフィー、まあこれを使って作れる冷たい釣り餌、そしてカワカマスとヘビのトロフィー、これで重い釣り餌、この2つをね作ります。まあこの冷たい釣り餌は洞窟用、そして重い釣り餌は海で手に入る魚用ですね。
それではちょっと船旅していきます。お、いましたね。いや、危ない危ない。ロングシップだとなかなか速度が速いので見逃しちゃうな。まあちょっとロングシップなんで調整難しいんですけどね。しばらく待ってましょうか。よいしょ。はい、釣れました。バラハタです。こいつらがまあ海で釣れるお魚ですね。まあ海にしかいないっていうわけではなくて、まあ結構ね、霧の地とか、あとは平地とかね、その辺のバイオームで結構見かけることもあります。まあよくね、ハタと似てるんですけど、まあ目がね、ちょっと気持ち悪い方がバラハタです。まあ今はロングシップで釣ってるんですけど、まあ他のね、バイオームで見かけることも多いので、まあそういう時にはイカダで釣っちゃった方がいいですね。はい、ちょっとね、ロングシップで釣ってたんですけど、まあ釣りにくくて4匹ぐらいしか釣れてませんね。まあとりあえず4匹は釣れたので、いよいよ最後の洞窟にね、行きましょう。お、ありましたね。もう早速打ち上げられてるんですけど、まあこれがですね、今回のアップデートで追加された小さい湖です。これ以前のアップデでは存在しませんでした。まあ、ですが今回のアップデでね、この湖が追加されたことによって、まあ、ちょっとだけレアな洞窟になったわけですね。そこでね、まああんな感じで大量に打ち上げられてるこのテトラちゃんが釣れるわけですよ。で、アップデートされる前は地底湖が湖に変化したような洞窟、まあスーパー激レア洞窟でしか取れなかったので、まあ今回ね、このアップデートで追加されてテトラちゃんがね、取りやすくなりました。ものすごい打ち上がってくるな。振る必要ないんじゃね。まあということで最後の1種類釣っていきましょうか。はい、テトラちゃんですね。まあ見ての通りめちゃめちゃぴょんぴょん跳ねてるんで、まあさっきみたいにね、拾うことも多いです。はい、まあ適当に釣ってまあ9匹ですね。まあもうちょっといるんですけどね、なかなか餌に食いついてくれないので諦めよう。はい、ということで釣れたお魚がこれだけですね。12種類コンプリート。ウェルカムトゥお魚天国でございます。いやー、なかなかね、各バイオーム20分ごとしか釣りしてなかったんですけど、まあまあまあ、これぐらいは釣れますね。まあ他にもね、一つのバイオームに結構いろんなお魚いるので、釣り餌変えて釣ってもらったりするともっとお魚手に入るかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、釣りについて紹介してみました。まあミストランドのアップデート以降、様々なね種類、そして要素が追加された釣りなんですけど、まああんな感じでイカダ使ってもらえると結構簡単に釣れるかなと思います。さて今回ね紹介したイカダで釣る方法なんですけど、まとめると、4メートルほど糸を出して漕ぎながら進む。で、魚影を確認して餌を食いつきそうになったら漕ぐのをやめて餌の食いつきを待つ。魚が多いところでは止まって短く糸を出して釣れるのを待つ。食いつきのエフェクトがもし出ないときは食いつきそうなタイミングを見て右クリック。以上ですね。まあこの4つさえ覚えておいてもらったら比較的楽に釣りは楽しめるかなと思います。まあもしね、かなり品質の高い魚が食いついてやばくなってもスタミナポーションね持っていっとけばスタミナ回復してくれるので、まあめったに釣れないということはないんじゃないかなと思います。皆さんもね、ぜひこの方法を使ってお魚天国目指してみてくださいね。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。
そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。